女子高生がポコッと生まれてポコッと大きくなってスカートピラッとめくりたくなっちゃうようなね、そのぐらいの年を取った車です。わけわかんないね。じゃあちょっと後輪駆動ベースの 4WD です。その話ね、何がいいのよと、この車マニュアルですから発進の時ねアクセル踏んでバーンとクラッチ離すとかね、理屈じゃない、楽しくないと、車離れより今日も自分声大きいかな。楽しいね。そんな感じ。じゃあね、シフトダウンは押し付けて煽る、こんな感じかな。女性用のレディースは横がタイトに作られているので、このペダルがすごくね扱いやすい。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーです。今日はねカーセンサーで一番高いテリオスキッドを買ってみたということでね、この車は見ていきたいと思います。もうね、変態とか円数とか道楽親父って言われるようなねオーナーでそういった方がね選ばれるような、もうかなりね特殊な車です。今考えたらね、オーナーがねいつも撮影手伝ってくれる、スタッフの B 君なんでね、これから今日はこの車の高いだけあるねっていうとか、高い理由とか、あと走ってもすごい面白いんでね、そのあたりを紹介していけたらなと思います。じゃあまずオープニングでね簡単にボディを見て、あとエンジンルームとかでねうおって思うところなんかを手短に上げていきます。じゃあ脇に、じゃあそうね、まずちょっとねボディのすごい分かりやすいところ、ボディというかねゴムパーツ、この辺がねもう全然劣化が見られなくて、ブニュッとしてねブニプニなんですよね。もうめちゃくちゃ気持ちいい。この辺りはね気密性とか静粛性とか、最悪の場合雨漏れなんかにも影響してくるところですから、ゴムが劣化してないのはすごいです。車ってね金属、プラパーツ、ゴム、それから油脂類なんていうので構成されますけれども、ゴムが一番劣化が目立つところなんでね、そうゴムが綺麗というのはいい。で、黒いパーツが黒ければ車は綺麗に見えるという法則からもね、こういったところが高い理由かなと。そうこの車はね2007年式なので今から見て13年前の車です。ごめんなさい、23年か23年前の車で90万円弱だったんですよね。すごいね、道楽親父じゃなきゃ買えないようなもう特別な車です。もうねお金ありなしではなくて、太っ腹だって車好きじゃなきゃ買えない車で、もう一つね見てすごいと思うところがあるのでちょっと映しますね。でリア周りでこのスペアタイヤ、これどうかな、どこまで車にするかな。めちゃくちゃ綺麗なんですよ。この車は屋内保管だったことが考えられまして、これ新車の時のねタイヤなんですね。じゃあ06年の17周だ。06年の17周のスペアタイヤピカピカじゃないですか。2006年ですからね。すごいね、間違いなくだから新車の頃からのタイヤですよね。でピカピカでゴムは硬いです、さすがにね。であとねひび割れもしてるんですね。これちょっと特殊なのでアップで撮ってもらいましょうか。異常じゃないですか。こんなに綺麗でひび割れしてタイヤなんてね普通はないです。特にね磨いたりとかタイヤワックスかけたわけではなくてね。であともう一つちょっと今見つけちゃいました。このシールね、これが普通23年前の車っていうとこんなのボロボロになって真っ白けっけになってると思うんですよ。これおかしいよって今自分で笑っちゃって喋れなくてピカピカすぎないですか。さすがにこんなのわざわざ新品に変えるなんてことはないですから、多分新車からだと思うんですね。すごい綺麗ですよね。メッキもプラパーツへの電着塗装がね、これメッキって言いますけれども、電気流して塗装を定着させる。ピカピカですよね。でちなみに横開きです。なんかねこの車平たく言うとジムニーのライバルみたいな車なんでね、そういうシチュエーションだとこの方が使いやすいといったところですかね。確かにね軽く開け閉めできるんでね、すごく楽だと思います。じゃあちょっとね今ボンネット開けたので、この車のすごいところ手短にね言っていきたいなと思います。でね、ごめんなさい、さっき自分間違えちゃって23年落ちとか言っちゃいましたけれども、正しくは18年落ちですね。女子高生1人分だよってオーナーに教えてもらいました。女子高生がポコッと生まれてポコッと大きくなってスカートピラッとめくりたくなっちゃうようなね、そのぐらいの年を取った車です。わけわかんないね。じゃあちょっとエンジンルームでねすごいところ、この車は何がすごいって
縦置き FR ベースの 4WD。エンジンがね、縦にあります。こういう風についている。で、その後ろにトランスミッションがあって、で、プロペラシャフト、トランスファーか。トランスファー、プロペラシャフト。で、リアデフにつながっていますけれども、なかなかね、すごいです。で、見て思うのは、これ軽自動車 660cc のエンジンなので、全長が短いです。で、ストラットタワーがここです。これ、サスペンションの付け根なんですね。で、サスペンションの付け根の内側にエンジンがある車のことをミッドシップと言います。よく言う言葉で言ったらね、フロントミッドシップ。これ、パッと見てもね、フロントミッドシップじゃないと、エンジンの 99% がストラットタワーの内側に入っています。これすごいですよね。もうおかしい車、軽自動車ですからね。で、フロントミッドシップ何がいいかというと、自分もね、もうちょっと大きいね、スポーティーカーとかで乗ってみて思うのは、前後左右にね、揺れにくかったり、すごくね、車が落ち着きます。動かないんではなくてね、ゆっくりじわっと動いてくれたりする源は、この重量のバランス、エンジンがどこにあってどう揺れるかというのがね。逆に、そうね、車によってはストラットタワーより前にエンジンが来る縦置きの車なんてのもありますけれども、直進していてもね、ほんと指一本の操作で、フロントちょっとね、重いねとか、自転車の前かごに荷物いっぱい入れたような感じが受けちゃう。そういう車はね、結構縦置きでエンジンがストラットタワーより前に出てる車なんかはあります。すごいですよね。あとね、これなんかね、この車マニュアルなんですね。5MT です。で、このスロットルというエンジンの出力を調整する、酸素数量を調整するペンがワイヤー式なんですね。今の車はみんな電位制御といって、モーターがその弁を作動させるんですけれども、どうしてもね、レスポンスで差が出てきちゃう。今ね、すごい良くなってきていますけれども、どうしてもね、このね、ワイヤー式スロットルには、まだちょっとね、追いつかないところがある。これ通称ね、紐付き。紐スロットルなんて言いますけれども、これ紐スローですね。もうすごいね。なので、マニュアルもすごい扱いやすいです。ターボのウエストゲートとかがちょっとあったらね、もうちょっと抜けが良くなるって、スパッとね、回転落ちが良くなるって感じるぐらい。で、あとね、まだあります。この車はラダーフレームなんですね。正確にはビルトインラダーフレームという話なんですけれども、それはちょっと置いておくとして、ラダーフレームの 4WD の SUV の 5MT、めちゃくちゃおかしい車ですよね。しかも軽自動車ですから、地域によってはね、車庫証明もいらないみたいなね。すごくね、もう変態チックな車。やっぱりこれね、紹介したくなりますよね。で、そのくらいかな。あとは走りながらにしようかなっていったところでね、じゃあこれからあと軽くね、運転させてもらって、この車のラダーフレームって何がいいのよ、何が悪いのよ。それから後輪駆動って何がいいのよ、悪いのよとかね。この車の 5MT めちゃくちゃいいので、その話とかね、ちょっとしていきたいなと思います。それでは行ってきまーす。すいません、一つね、大事なこと忘れてました。この車は、5ドアなんですよ。もうテンション上がっちゃってね、今日ろれつ回ってないね。ジムニーとか、パジェロミニとか、自分もね、好きで乗っていた時あるんですけれども、この車は5ドアで、ジムニーとかパジェロミニは3ドアになります。後ろにドアがついてる。これがね、すごいです。本格的な軽 SUV で、当時言ったら RV とかね、なんて言葉がありましたっけ、黒缶とか4駆なんて言われてましたけれども、そういった中でこの5ドアなのがこのテレオスキットだけなんですよね。ドア開きます。で、ちゃんと人が座れるスペースがあるのがね、すごいいいです。人が座れるスペースがあるということは、フロントシートをぐっと寝かして中で休むのも簡単。めちゃくちゃね、いいです。これ一つね、大きなポイントです。じゃあここからね、ちょっと走行中に、いくつかね、思うこと。もちろんね、もう結構前の車ですごい変態チックな車なので、そんな話とか、そうね、そんな感じ。じゃあね、最初にラダーフレームの話をして、買えそうなの来ましたよ。で、ラダーフレームの話と、それから後輪駆動ってね、何がすごいの、何がいいのみたいな話とかね。これね、ほんとね、今ね、ちょっと今日初めて自分乗って走ってきたんですけれども、フロントミッドシップに初めて乗った時と同じような感動が味わえちゃってね、うおーって、ってこれ SUV でしょって、
なんかねすごい今日楽しい。もう列回ってないけどね、ほんとね。でね、その瓶が合成、ペットボトルが強度、それぞれがね高いという話になります。変形しにくさが合成で、壊れにくさが強度で、それで言った時にラダーフレームは強度があって丈夫で、その代わりに合成はちょっと柔らかい、そんなもんだとね思っています。でこのボディとかシャシの構造で合成っていうのはね、高すぎると微振動とか乗り心地が悪いとか、もうそのボディ全体がねダンパー衝撃を吸収したりする部品の一部ですから、あんまりこうね高すぎると、変形しにくすぎると振動がダイレクトになってきます。なので少し抜いていく方がいいと。ちょうど知り合いがね日産でボディ設計してるんですけれども、昔聞いたところね、ボディはしなやかさが大事なんだよと、硬さは当然としてね。でそれが強度と合成の話で、これ本当いいしね、多分アクロ走るのにも多少のしなりっていうのはね、しなりがあるからこそタイヤが路面に押し付けられるわけですから、大事なんでしょうね。でじゃあ次いきます。次はこの車は後輪駆動ベースの 4WD です。その話ね、何がいいのよと、その後輪駆動って何がいいのよと、今もうみんな前輪駆動になってきてましてね、その上で一部後輪駆動の車があって、高いお金を出して後輪駆動を選ぶ理由は何なのよみたいなところにつながっていくのかな。こういう変態チックな中古車選ぶにしてもそうだね。でね、今日ね、乗ってみて、このテリオスキッドを乗ってみて思うのが、やっぱりね後輪が駆動してくれると車の前がねすごい追いつきます。例えばねブレーキの時、今みたいな時にフロントのブレーキだけ効けば車は前のめりになります。でリアのブレーキだけ効くと、後ろ下がりになります。減速の時にねどこのタイヤを減速させるかによって前のめりか後ろのめりになるというのがね、車って全部コントロールされてるんですね。でそうね、同じように駆動もどこのタイヤを駆動するかによって前が伸びるのか縮むのか、後ろが伸びるのか縮むのかっていうね差が出てきます。でね、やっぱりね後輪駆動ね、前がぴょこぴょこしないですね。この車ターボで結構ギア比も加速型なのでキュンと出たりするんですけれども、前ほんと落ち着いていてね、でこれがコーナーですとじわーっとね微妙にこう外側が沈んで内側が伸びていくようなところがすごく気持ちいいね。で内側がね伸びる感覚もしない、そこもありますね。ちょっとそこ話それちゃうんで、今4駆とかね FF、FR という話に絞って言うと、とにかくね前が伸びにくい。でそれが後ろから押されてるよって感じにつながっていきます。でそうだ、もう一つで、ハンドリングにもそれが影響してきまして、そうね、戻していく時アクセル踏むと自然にハンドルが戻っていく、中心に戻っていく。コーナーでハンドル切ってまっすぐに戻っていくところなんかがね、後輪駆動はアクセルに合わせて中心に戻っていく感じがね得られやすいです。これは車のジオメトリーとかにもよるので全部の車ってわけではないんですけれども、そうね、ちょっと想像してみてもらいたいのがバイクってこういうところで、内側にねバンクさせますよね。車じゃないバイク、車体傾けて膝するように倒して、でアクセル開けると自然に中心に持ってきます。そう、バイクってね起こす時はね手の力抜いてアクセル入れただけでね勝手に中心に戻ってくるものなんですね。で車で FR でもそれと同じような感覚が味わえる。それがねいいなと。コーナーでハンドル切って戻していく時、手の力を抜いてアクセルをじわーっと入れていくと、それに合わせてハンドルがスーッと戻ってくる。で道がまっすぐなところでピタッと車がまっすぐになるというかね、この気持ちよさを味わっちゃうと、後輪駆動の車からね離れらんないよねってねなりますね。でテリオスキッドの話に戻ります。この車ねパートタイムっていうのかな、ここに4駆と2駆の切り替えがあって、 FR にできたり4駆にできたりね切り替えができます。本格的ですよね。でいろいろ楽しめる。ちょっとね今日自分初めて乗ってみて路面が悪いとことか行ってるわけではないので、
四駆の良さっていうのはね分かんないかな。でも FR っていうかね、とにかく後輪が駆動してるっていうのはね分かりやすい。もうコーナーでねスーッと吸い込まれていく時なんかとかね、それこそこの車マニュアルですから、発進の時ねアクセル踏んでバーンってクラッチ離すとかねすると、それでも分かると思います。あんまりね褒められた運転じゃなくてもね、理屈じゃない、楽しくないと、車離れより進んじゃいますから。今日も自分声大きいかな。楽しいね。でこれを広めたいってわけではないけれども、なんだろうな、そうね、車が道具になりすぎちゃうと、みんなわざわざね高いお金出して車買わないですからね。でほんとね、走れば何でもいい、そもそももうねいらないと、税金高いし、この車だったら税金も比較的安いですし、楽しさ味わえますし、そうね。でごめんなさい、マニュアルの話してなかった。ちょっとあと 2,3 分だけね 5MT の話。この車は3つペダルがあってクラッチペダルがあるタイプの 5MT です。昔ながらのね 5MT で、手元フロアシフトっていうのかな、ここにシフトレバーがついています。でね、これがね FF 車っていうのはここがワイヤーを通じて、リンケージを通じてトランスミッションつながっているんですね。で後輪駆動車っていうのは通常この真下にトランスミッションがあって、そこから棒が出ていてここにつながっている、つまりダイレクトなんですね。これによってここで抜く時入れる時に回転数合ってるのとかめちゃくちゃ分かって、これによって楽にギアチェンジができます。少しはコツ必要ですけれどもね、自分も全然まだねそんなに乗れないんですけれども、この良さはねどうでしょう。そうね、口で言うのは難しいかな。今みたいな時ね、今二足にコンって入れたタイミングなんですけど、これをね手元で教えてくれます。あとはクラッチ振って離してればいいだけ。別に半クラ使ってないです。今度4入れますね。抜く時もそう、アクセル緩めると勝手にねギアが抜けます。であとそうね、ちょっとペダルレイアウト的にヒール&トゥーとかはちょっと難しいので、それはね、しなくても乗ってればいいのかな、乗るしかないのかな。でもシフトアップの時はねすごい分かりやすい、抜くのと入るのがね。シフトダウンは押し付けて煽る、こんな感じかな。今200回転ぐらいずれちゃったね、音がゴンゴンって言っちゃったけどね。この辺、その回転数合わせて入れるタイミングとクラッチペダルを離すタイミング、この辺ね多分ね乗ってればすぐ分かっちゃうと思うので、楽しさが味わえるんじゃないかななんてね思っています。でこういうのがね中古車って選び放題で、例えば86とかね BRZ 選んでもこういう楽しみ得られますけれども、特にね維持費とかそういう面も考えると、いいんじゃないかなと。いやこの車ね高かったんですけれども、メンテとかねもうほんと最小限で、燃料ポンプ変えたりとかちょっとねしたぐらいかな。タイヤとかね、そのくらい変えて乗ってられるので、すごくね、楽しい。お金かかってるとね、お金かかると思うと乗れませんからね。タイヤが高いよ、ガソリン代高いよと思ったら純粋には楽しめない。そう考えるとねすごくいい選択肢かなと思いました。あとちょっとねペダルレイアウトとかはタイトなので、これちょっと止まったらね最後挟んで終わりにしたいなと思います。すいません、ちょっとね最後ちょっと話したいことありまして、それはねこの3ペダルのペダルのレイアウトの話です。これ結構ねタイトなんですよね。こういう車これだけではなくてフィアット500のマニュアルとかもね、あれはもっとタイトでした。でそうした時に靴を何を選ぶかって話をねちょっとさせてください。自分がマニュアル車乗る時の靴はこれレディース用です。レディースのドライビングシューズを履いています。Amazon でね買ってきました。これがね、横幅がね狭いです。女性用のレディースは横がタイトに作られているので、ちょっと無理して履くとねこのペダルがすごくね扱いやすい。であとドライビングシューズっていうのがプーマからも何種類か出てますし、他のメーカーもあるのかな。だいたい1万円弱ぐらいで揃ってまして、そういうのはみんなね底が
薄くて硬いんですね。ごめんなさい。下汚いかな。薄くて硬い。つまり、細かいペダル操作にね、一番向いています。なので、マニュアル車買われる方ですとかね、そういった靴もセットで買われてみると、今まで以上にね、楽しめると思います。じゃあすいません。動画は以上になります。車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。GoPro ビデオストップ。